Hi, it's Lily. Happy Sunday. 暑い日が続いていますが、涼しくお過ごしですか？ How are you today? 皆さんは旅行や観光好きですか？それとも休みの日は家の近くで過ごす方が好きですか？私はどっちかというと家の近くで過ごすのが好きです。でも自分の目で日本の美しい景色を見るのも大好きです。キャンプとかするのも大好きです。去年お金を貯金して5ヶ月間牧場を作るための土地探しの旅に出かけました。軽バンをキャンパー仕様にし、日本のいろんなところに行きました。その旅で日本の美しい景色をたくさん見ました。でも日本には美しい景色があまりにもあるため、まだまだ見れてないところがたくさんあります。今回は私が選んだ、まだ行けてないけど今動画撮ってる。かわいいかわいいね。何を言ってたのかな。今回は私が選んだまだ行けてないけど必ず一度は行きたい日本の絶景スポットをシェアしていきたいと思います。今旅はあまりできないですけど、今できることは行きたい場所を選んだり、いろいろプランニングすることです。行きたい場所があまりにも多く、今回は地方別でご紹介していきたいなと思います。早速 Let's talk!九州地方からスタートしましょう。熊本県は子供の頃よくキャンプしに行ってました。熊本県と大分県は結構いろいろ見てきて、すごく気に入っているところです。今まで阿蘇山などいろいろ見てきたんですけど、九州はとっても広くまだまだ見れてないところがたくさんあります。特に気になっているのは佐賀県の浜の浦の棚田です。実はここは子供の頃からずっと行きたかった場所です。いつもお世話になっている車屋さんから毎年カレンダーとかいただくんですけど、ある年浜の浦の棚田が載っていました。見た時こんなに美しい場所あるのとびっくりして、いつか行きたいなって思ったのを覚えています。多分10年前ぐらいの話なんですけどね、はっきり覚えてます。遠いけどいつか本当に行ってみたいです。皆さんは行かれたことありますか？写真のようにピンクやオレンジに輝いていましたか？鹿児島県の大隅半島っていうところにも行ってみたいです。鹿児島には行ったことがなくて結構気になってます。私は滝が大好きで、大隅半島の方に美しい滝がたくさんあると聞きました。小川の滝っていうところと上川大滝っていう滝を見てみたいです。今暑いので特に行きたいです。観光スポットだから泳いじゃいけないと思うんですけど、そういうところに飛び込みたいですね。皆さんは滝好きですか？日本のおすすめの滝ってどこですか？九州地方にはまだまだ行きたいところはたくさんあります。まだ行ったことがないので沖縄にもぜひぜひ行ってみたいです。次は中国地方について話しましょう。岡山の蒜山高原に行きたいです。高原が大好きで、旅行中に高原が近くにあったら必ず行くようにしてます。なんだろうね、なんか高原に行くとすごい心が落ち着くっていうか、ほっとします。この気持ちわかりますか？蒜山高原に行ったら車でただただ景色を見ながら走ったり、のんびり散歩したりしたいです。去年の旅で島根と鳥取通ったんですけど、ちょっと時間があまりなかったので行けなかったですけど、鳥取砂丘はめちゃくちゃ気になります。写真を見てると日本じゃないみたいなので、そのギャップを楽しみたいです。以前友達は観光でそこに行ってよかったと言ってたので、私もそこに行ってみたいです。ただ夏は暑すぎるので、冬とか涼しい時に行きたいです。ラクダもいるらしくて、テレビ以外でしか見たことないので、自分の目でラクダを見てみたいです。鳥取砂丘に行きたいですか？中国地方のおすすめスポットはどこですか？ぜひぜひ教えてください。まだまだ中国地方で気になるエリアはたくさんありますが、次は四国地方について話していきましょう。四国地方にも綺麗なところがたくさんありますね。去年の旅で四国は結構見て回りましたね。土地探しもたくさんしましたし、そちらに住んでいるいろんな方々に出会ってすごく素敵な時間を過ごしました。特に気に入ったのは高知県の山奥でした。また行きたいです。
去年行った時は知らなかったので行かなかったが、今すごく行きたい場所は徳島県の祖谷渓っていう場所です。山と川を楽しめる場所みたいです。こういう場所が一番好きで本当に行きたいです。もう一つ行きたい場所は高知県と愛媛県にまたがる UFO ラインっていうドライブコースです。実は去年行ったんですけど、曇っていて全く景色は見れなかったので再チャレンジしたいです。向かっている時の山々の景色は本当に良くて、ぜひぜひまた行きたいです。考えるだけでドキドキです。四国の山は結構険しいですけど、その険しさがあっての美しさなのですごく好きです。その険しい美しさをもっともっと見ていきたいです。四国の山だったりおすすめスポットはありますか？ぜひぜひ教えてください。次は近畿地方について話していきましょう。行ってみたい場所はたくさんあります。京都や大阪の有名な観光スポットなどはちょこちょこ行ったことあるんですけど、それ以外のエリアにはあんまり行ったことがないです。結構気になるエリアはたくさんあります。やっぱり高原好きなので、奈良県にある曽爾高原に行きたいです。写真を見ると夏の緑ももちろん美しいですけど、冬ならでの美しさもあります。どっちにも行きたいですけど、あえて冬に行ってみたいです。一日のんびりして時間を忘れたいですね。山と高原ばっかやんって突っ込まれると思いますが、ごめんなさい、本当に山と高原好きです。もう一つ気になっているところは和歌山県の橋杭岩です。近くでこの美しい岩を見てみたいです。調べてみたらライトアップもされたりする時があるので、その時に行きたいです。ぜひぜひライトアップ見てみたいです。いつかゆっくり近畿地方いろいろ見て回りたいですね。皆さんはいかがですか？近畿地方のおすすめエリアはどこですか？次は中部地方です。広くて行きたいところたくさんあります。最近長野県結構気に入ってて、数回しか行ったことないですけど、まだまだ見たい場所がたくさんあります。最近行きたいなって思う場所は上高地です。皆さん行ったことありますか？写真を見てると本当に日本じゃないみたいで、自分の目で見てみたいです。全然慣れてるような景色じゃないので、すごく興味があります。キャンプとかしながら1週間かけていろいろ冒険してみたいです。もう一つしたいことは富士山を近くで見ることです。実は富士山を近くで見たことはありません。1回だけ近くまで行ったことあるんですけど、天気が悪くて全く見えなかったです。いつかやってみたいのは、いろんな県からいろんな角度で富士山を見てみたいです。富士山を見る会っていうのを作ろうかな。皆さんはどの角度から富士山を見るのが好きですか？ぜひぜひ教えてください。中部地方のおすすめエリアはどこですか？中部地方は本当に広くて、数年かけてもなかなか見切れない気がします。次は関東地方について話していきましょう。3年間東京に住んでいたため、東京周辺はいろいろ見ました。関東地方で必ず一度は行ってみたいところは埼玉県のみそ土のつららです。小さなつららは見たことありますが、こんななんかリアルな感じのは見たことありません。いつか自分の目で見てみたいです。冬にしか見れないのも結構なんかチャームポイントな気がします。期間限定なのでちょっと気になります。ライトアップもあるみたいですごく綺麗でしょうね。目の前で見てみたいですね。関東地方でもう一つ行きたい場所は群馬県の吉賀平湿地群っていうところです。以前テレビで紹介されているのを見たことがあって、その時から気になってます。火山が作り出した美しい場所なので必ず一度は行ってみたいです。温泉もいろいろありそうですね。楽しそう。皆さんはいかがですか？関東地方のおすすめスポットはどこですか？ぜひぜひコメントで教えてください。次は東北地方について話しましょう。去年の車の旅で初めて東北に行きました。北海道に向かっている時、西海岸をずっと車で走っていたので、ほとんど観光とかはしてないですけど、これからたくさん東北のビューティーを見ていきたいです。必ず行きたい場所の一つ目は福島県の五色沼っていうところです。去年北海道の青池に行きましたが、友達によると青池よりも五色沼の方が倍綺麗らしいです。それが本当かどうか自分の目で確かめてみたいです。他に行きたい場所は宮城県のオカマっていうところです。秋に行ってグリーニッシュブルーを見て紅葉も楽しみたいです。紅葉の時期、東北のどこも綺麗でしょうね。東北のおすすめスポットはどこですか？ぜひぜひ教えてください。
では last but not least 北海道について話しましょう。土地探しの旅で2ヶ月間北海道に行きました。本当に美しいところがたくさんあり、すぐに好きになりましたね。主に北海道の東の方にいたので、まだまだ見てないところがたくさんあります。今北海道で一番行きたい場所は多分知床国立公園です。映像だけではなく自分の目で見てみたいです。この動画を見てくださっている方で知床に行ったことある人っていますか？熊とかに会えましたか？もう一つ行ってみたい場所は北海道に住んでいた友達が勧めてくれました上の子池っていうところです。もしかしたら北海道に今年行くかもしれないので、その時に知床も上の子池にも行ってみたいです。絶対綺麗です。今年来年行けたらいいですね。早くね世界落ち着いてほしいですね。どうなるかわかんないですけど、今できることは楽しみに待つことですね。Anyway、 そんな感じです。いかがでしたか？もっともっと日本のこと知りたいので、ぜひぜひ皆さんのお気に入りスポットだったり絶対行きたい場所など教えてください。これから皆さんと YouTube を通してね、いろんな場所に行けたらいいですね。また今度他の動画で実際に行って感動した場所だったり旅の話などなどしたいので、また興味があったら見てください。もうちょっとで8月の暑さが終わると思うので、無理しないで気をつけていきましょう。ここまで見てくださりありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。Have a great weekend. See you next time. Goodbye.